はい、どうも皆さんおはようございます。私です。今ですね、表参道を歩いています。今日はですね、シュプリームのボックスロゴスウェットの発売日なので、かなり朝から並びができていますね。いつもより早めに QR コードの配布が始まったということで、結構走っている方とかもいらっしゃいまして、私も間に合うかちょっとドキドキしていたんですけれども、なんとか無事に最後尾着くことができました。私これ人生2回目の店舗並びなので、また当選できるように頑張っていこうかなと思います。無事に番号をもらうことができました。原宿店が今番号もらって8時半ぐらいなんですけど、さすがに渋谷店の番号は無理かなっていう気はします。はい、また原宿に戻ってきました。もうね、番号が黄色くなって呼び出されているので、無事にスウェットを買えるかどうかチャレンジしていこうかなと思います。ようやく番が来て、今お店に連れて行かれるところです。買えるかな。では店内行ってきます。無事に購入することできました。まさか行けるとは。結構番号が今回悪かったんですよ。400番ちょっとぐらいだったんですけど、色数も多かったりするのでいけるんじゃないのかなと思っていたら、無事に買うことができました。人気の色とかはちょっとなかったんで、それでもね欲しかった、なければこの色が欲しかったなっていう色が買えたので、よかった。これもね家に帰ってからちょっと開けていこうかなと思います。やった、2回目の店頭抽選また成功しました。はい、帰ってきました。またねこの紙袋を手に入れられたことが地味に嬉しいんですよね。多分ねもう買い慣れてる方はもうこんなんいくらでも持っているって方多いかもしれないんですけど、まだね私2回目なのでこの紙袋も2枚しか持ってないんで、なんかこれだけですごいホクホクしちゃう感じがします。でまあね買えたものを早速見ていくんですけど、ババーン、ボックスロゴスウェットです。買えました。私これ初のボックスロゴアイテムなんですよ。でこのステッカーもね1枚つけてくれたんで、ついにと言っていいのかちょっとわからないんですけど、ボックスロゴアイテム今まで正直ねそこまで欲しいかって言われたら、そんなにそういうスタイル、ストリートのスタイルに精通しているタイプの人間ではないので、別にまあいいかなとは思ってたんですけど、なんかねせっかくなら記念に1個持っておきたいなというぐらいの気持ちでいたので、今回ねこれスウェットなんですけど洗いがかかってるんですよ。わかりますかね。これ黒なんですけど、もう全体的にもうウォッシュ加工がされていてフェードしていてグレーっぽくなっているっていう感じで、プリントの部分もね見てもらえればわかると思うんですけど、これクラックしてるんですよね。刺繍じゃなくて古着のプリントみたいな雰囲気になってて、結構古着好きの方はうなるような感じのデザインになっているスウェットかなと思います。そういうこともあって今回私も手に取りやすかったんで、最初のねボックスロゴアイテムがこれっていうのは記念というか思い出としてすごくいいんじゃないのかなと思います。でサイズはね私の好きなダボっとした L サイズ変えたので、ちょっとね今から早速着ていこうかなと思います。はい、どうでしょうか。着てみました。これでサイズが L になります。ちょっとね分かりやすいように下に黄色い T シャツを挟んでみました。これでね丈感がどんなもんなのかとか分かっていただけるんじゃないのかなと思います。いいですよねこれめちゃくちゃ。このフェード感ライティングでちょっと見えないかもしれないんですけど、実物を見たらこの感じの雰囲気の良さっていうのが伝わるのかなと思います。写真じゃ分かんなくて着画が見たいっていう人多かったですよね。赤いやつとかのフェード感とか、分かりやすいのはネイビーとかがかなり、フェードしていて、白、クリーム色白だけそういうウォッシュ加工とかボックスロゴのクラック加工がなかったと思うんですけど、他の茶色と黒とネイビーと赤は、全部ウォッシュ加工されていてクラック加工がされているっていう感じのアイテムだったので、かなりね古着とかと相性がいいんじゃないのかなと思います。
なんかシュプリームして合わせるっていうよりも、古着とかちょっとクタクタのものと合わせて落とし込んであげるようなコーディネートがいいんじゃないのかなと思います。どうでしょうかね。そういう格好にしても別に黒なんでね、ちょっと違和感のない感じでは使えるかなと思います。特に私みたいなシュプリーム初心者はあんまり派手な柄の色のものを使っちゃうとちょっとね難しいのかなと思うんですけど、これはシュプリームって入ってるんですけど同色ですし、黒でフェードしてるんで入りやすいアイテムなのかなと思ってすごくおすすめです。後々ね評価されていくんじゃないのかなと思います。刺繍の方が良かったっていう人もいるんですけど、古着の知識とかがある人からするとなんかちょっと分かってる人が作ってるなみたいな感じがしますね。サイズもね L でちょうどいいと思います。なんかあんまりダボダボすぎてもあれですし、最近のトレンド的にはちょっとタイトめぴったりめに着てあげる感じも流行ってたりするので、特に店員さんとかはですねかなりちっちゃめに着てましたね。 S とか M とかだと思います。やっぱりネイビーを着てる店員さんが2人いて、あと赤を着てる店員さんがレジに1人いて、めちゃくちゃかっこよかったですね。あれ見ちゃうと赤とか欲しかったなと思っちゃいます。最初は赤が欲しかったんですよ私。そんなに人気ないだろうなと思ってたら、なんかすごい外国の方の着がかっこいいの出ちゃったので、それで買えなかったかな。ネイビーと赤は早くて、私が入った段階では白と黒が残ってたんですよ。でもともと黒も全然欲しかったんですよ。候補の中に入ってて、黒か赤か、あとは実物を見てネイビーかとかぐらいの気持ちだったんですよね。なので全然黒残っててくれて私はめちゃくちゃ嬉しいです。初のシュプリームボックスロゴアイテム無事にゲットできてめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで今回の動画は人生2回目のシュプリーム店舗並びに行ってきましたよっていう動画で、そしてこのボックスロゴアイテム初めてゲットできましたっていう記念の動画にもなりました。多分ねこの動画上げてる人すごくいっぱいいらっしゃると思うんですけど、一応ねこれ私の Vlog 用に撮っているものなので記録として残しておこうかなと思って投稿しようかなと思います。シュプリーム初心者の方とかももしいらっしゃったら、私みたいにこうちまちまとチャレンジしていくのもいいんじゃないのかなと思います。そんなにね怖くないんですよ。意外と店員さんとかもめちゃくちゃかっこよくて、ルックとかで見たことある店員さんが普通に働いてて、黒の L お願いしますってこう注文した時に無言でコクッとこううなずいて、それでもうバックヤードの方に行くみたいな、なんかすげえ雰囲気あっていいなみたいなちょっと思っちゃいましたね。そういう体験も含めてなんかシュプリームを買ってるんだなみたいなちょっと面白さがありますね。普段自分がいる界隈とは違う世界なので、すごい面白いカルチャーだなっていう感じで楽しんでます。ということでまた何かありましたら動画撮っていきますのでよろしくお願いします。バイバーイ。